女性のある癖がですね、座骨神経痛の原因になっていることがあるんですね。はい、ストレッチ整体師のトモです。今回はですね、股関節の歪みを取って座骨神経痛を改善していくということをやっていこうと思います。特にですね、今回の内容は女性の方にやってほしいと思うんですね。男性やから当てはまらないっていうことはないんですけども、特に女性の方の習慣がね、筋肉を硬くしてしまっている可能性が非常に高いんですね。なので女性の方は最後まで見ていただいてですね、今ある辛い座骨神経痛をですね、改善してほしいと思います。また座骨神経痛だけではなくてですね、股関節の痛みであったりとか、股関節が硬くて開きませんとかね、股関節を柔らかくしていきたいですとかっていう方の悩みにも対応できますので、是非最後まで見ていただいてセルフケアをやってほしいと思います。女性の方に多いと言ったんですけども、それは何でかというとですね、女性の方であればですね、立ってる時とかも内側に股関節をひねってる方が非常に多いんですね。内股になってる状態ですね。とか、座った状態でもですね、内にこうやってね、閉じた状態になってる方が非常に多いかなと思います。そうするとですね、この太ももの内側の筋肉っていうのは硬くなってしまいます。そうするとですね、股関節の歪みにつながってきます。股関節が内側にひねられた状態で歪んでしまいます。内側に入れるとお尻側の筋肉っていうのは伸ばされてしまうんですね。お尻の筋肉が伸ばされればですね、お尻の筋肉の下にある座骨神経、これも一緒に伸ばされてしまいます。圧迫を受けてしまうわけなんですね。なので座骨神経痛がビリビリと出てきてですね、お尻が痛い、太ももの裏が突っ張る、ふくらはぎがしびれてくるとかね、っていう風になってくるわけなんですね。なので股関節が内側にねじられていること、これはですね、改善するべきポイントなんですね。で、股関節が内側にねじられてると骨盤の歪みもできてしまいます。骨盤が歪んだらですね、骨盤の中には内臓、女性であればですね、子宮なんかもありますよね。そうするとその内臓の機能低下も起こしてしまいますので、いろんなところにですね、悪影響を及ぼしてしまいます。なので股関節が内側にひねられてしまっているその歪みっていうのは改善していかないといけないわけなんですね。なので、日常的にですね、女性の方ではですね、こういうふうに僕ちょっと硬くてできないですけど、こういうふうにね、ぺたんこ座りっていうんですかね、こういうふうにねやってる方も股関節が内側にねじられてしまう習慣なので、やめといてほしいと思います。できる限りね、こういう座り方はやらないようにお願いします。はい、それではですね、股関節が内側にねじられてしまっている、それを改善していくストレッチをですね、今から2つやっていこうと思います。内側の筋肉、聞いたことあるかもしれないんですけども、内転筋って言います。大内転筋とかね、腸内転筋とか胆内転筋とか白筋とかね、いろいろあるんですけども、それを総称して集めて内転筋群って言います。それぐらい内転筋って多いんですね。いろんな筋肉があってですね、もうまとめちゃえみたいな感じのが内転筋群なわけですね。なので走行、その向きとかも全然違うわけなんですね。筋肉の向きが全然違う。じゃあ一つのストレッチのやり方で全部の筋肉を伸ばせるかといったらそうではないですよね。なので2つやり方をお伝えして、いろんな筋肉、内転筋の中でもいろんな筋肉を効果的に伸ばせれるようにやっていこうと思ってますので、是非ねストレッチやってほしいと思います。はい、ではですね、内側のストレッチを一緒にやっていきましょう。ではですね、今からですね、内側の筋肉を伸ばしていくんですけども、こういう風な体勢を作ってください。こういう感じですね。前から見たらこういう感じですね。はい、でこれ前にある足はちょっと開いた状態、こっちもちょっとこういう風にね開いた状態にしておきます。でこの状態から前というよりもちょっと外側ですね、外側にこうやって倒していくと、こっちがビーンと伸びてきてると思います。これで内側の筋肉を伸ばしていきます。後ろにある足が伸ばされる方なんですけども、後ろにある足はできるだけ後ろにつくように、この辺ぐらいやったらあんまり伸びが悪いです。後ろにつくようにしてもらって伸ばしていきます。でさらに体がね、こういうふうに前に倒れたりとか丸くなってしまっているとあんまり伸びないですね。ある程度背筋を伸ばした状態にしながら伸ばしてください。でこれ右左やっていきますね。30秒ずつやっていきますので一緒にやっていきましょう。では左の方からいきましょう。でさっきのようにこういうふうに外に開いていきます。こっちの足はできるだけ後ろにつくようにしてもらうと伸びやすいわけですね。外にこう開いていく感じですね。で背筋は起こしておいてください。こういうふうにしないように背筋は起こして前を向くと。はい、伸びてますね。ここね、結構伸びてますよね。
でこの状態で膝が痛いとかね、股関節がもうズキズキ痛いとか、結構痛みが強い人はあまり無理しないでください。はい、 OK です。次反対側行きましょう。次横から見せますね。はい、こういう感じで外に開いていく。でこっちはできるだけ後ろですね。こういう感じ。あまりにもこう強くね後ろにこう引くとしんどいと思うので、ある程度で大丈夫です。気持ちいいぐらいで伸ばせれるように。あまり強く目いっぱいやってしまうとね、やっぱりしんどいのでなかなか伸ばしにくいと思います。ちょっと余裕があるぐらい、7割8割ぐらいですね。でギューッと伸ばしていければいいと思います。はい、 OK です。そしたらですね、次また違うやり方で内転筋群を伸ばしていこうと思います。四つん這いになってもらいます。こういう感じで四つん這いになっていただいて、足を開いていきます。できるだけ開いてもらう。こういう感じですね。でこの状態でお尻を後ろに下げていきます。そうすると内側の筋肉両方いっぺんにですね伸ばせてると思います。このやり方で30秒伸ばしていきます。はい、四つん這いになっていただいて、足をできるだけ広く取ってもらって、お尻を後ろに下げていく。内側の筋肉伸びてることを感じながらやってください。で深呼吸しながらリラックスしながらやってくださいね。内転筋伸びてますかね。じわーっと伸びてますよね。はい、 OK。 伸ばすとね気持ちいいですよね。普段ここなんで伸ばさないですからね。しっかりとね太もものね内側を伸ばしてですね、股関節の歪みを取って今ある坐骨神経痛を改善してほしいと思います。今回の内容は特に女性の坐骨神経痛に効くんですけども、坐骨神経痛だけではなくてですね、太ももがちょっとね太くて気になるんですっていう方もね、この内もも痩せ、これもね一緒にできるかなと思いますので、坐骨神経痛の改善と太もも痩せも一緒にねやってほしいと思います。ではですね、今回の内容は以上になります。今回の内容がためになったと思っていただいたら、是非下からですね高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いできればと思います。ストレッチ整体師のともでした。またね。